韓国ソウル地下鉄マポ駅。着いた着いた。目の前はハンガーあるし、もう暑いから飛び込んだのかななんて思いながら、今日行くところはこっちマポ駅から向かうで。最近はびっくりするぐらいすぐ暑くなる。うわ、びっくりした。何これ、多分電車やと思うねんけど。マポからキョンリャンに昔この辺路面電車が通ってたんかな。駅のすぐ目の前にある公園にこのように展示されている。韓国でもチンチンいうことなってたんやろ。あれ、このマークはトイレ？これトイレなん？実際のやつじゃないとは思ってたけど、色的に。ほんまにこれトイレなん？トイレやったな。正真正銘トイレやったわ。マポでトイレ行きたくなったら今度行ってみよう。とりあえずここを曲がってまっすぐまっすぐ歩いてると、なんで？これヘチかな？ヘテとも言うらしい。日本ではカイチとも呼ばれ、伝説上の動物である。確かソウル市のキャラクターになってるよね。でもなんでこんなとこにおんの？ちょっと大きめの犬かと思ったね。でもこうやってまじまじと見たことなかったけど、結構歯出てんねんな。こんな感じで。もうこれ動物同士の喧嘩やで。ルルルルルルル。こうやって見たら可愛いねんけどな。あかんわ、こんなことしてる場合ちゃう。律儀に見送ってくれるヘチ。そこから少し歩くとなんか古民家みたいなお店あんねんけど、かかしある親子かな。てかその横の滑るから注意って書かれたやつ、何これ、バナナ？滑るからってこと？その横には船が置いてある。渡し船っぽいやつ。これ椅子になってる。よいしょ。この辺はマポナルなんて風に言われ、マポのポは裏と書く。なので以前は水上交通の中心の一つだったと聞いたこともある。だから渡し船があるんやな。じゃあ出発。今日の料理は大きな海まで出ていかなあかん。長い旅になんであかん。プル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 し始める。旅は長いのにプルプルが止まれへん。走っていった方が早いで。小さい船やったら俺寄ってまうから。おった、漆の木と一緒に煮込むサムゲタン。アレルギー出る人もおるから気をつけて食べなあかんけど、今日は取りちゃう。海に向かう。着いた。早くもっこし海にザブーン。ここにも看板。中に入っていくわけね。ほんまなんかえらい細い道。これ知らん人なかなか入られへんで。でも向こう側に魚の看板見えてるし、きっとあれや。気持ちだけは渡し船に乗ってやってきました。入店です。こちらのメニュー、タラがメインのお店なのでタラ料理がずらっと並ぶ。タン、チン、ジョンまで。テグタンも好きやねんけどな。今日はこれ。대구 뻘찜 소자 하나랑요. 그리고 진로 하나 주세요. 예. 아니다 저기다. 注文まだしなかったのに料理が出てくる。芋エスパーかと思ったね。置いていってもいいですよ。あちらのお客さんのやつやったんか。美味しそうやったな。来た。やっぱり今日の料理にはガバちゃんやと思いながらぐる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 。俺と一緒に大会に出ようぜローリング。ペロ。ガマちゃん、一足先に海に出ていくなんて俺も連れてってや。マポナルから出港の合図がかすかに聞こえる。いっぱい。初夏のマポ、酔い止め飲んでいざ出港。ありがとうございます。一杯飲んだらさっき出てきたテグタンちょっと飲みたいな。まず用意していただいた基本のおかずは浅漬けキムチ、じゃこの炒め物、イカの塩辛。こんな感じで綺麗に出てくる。そして小皿に入ったわさびとお醤油。まずは気になってたこの浅漬けキムチをつかむ。よく出してもう一個つかもう思ったら全然つかまれんかったわ。なんとなく見た目がうまそうやね。パクリ。シャキシャキを感じて、うわうまっ。やっぱり俺の見た目間違ってへんかったね。俺のボルテージも上がっていき、上着を脱ぐとすぐに向こうの方から近づいてくる。波に乗ってマポナルへ入港いたしました。감사합니다. この見た目。真っ白なシャツで輝いてたんやろな。店員さんがわざわざエプロン持ってきてくれた。装着してキュッキュッキュッ。豆もやしに隠れきれてへんで自分なんて思いながら中身を確認。中にもタラの実がたっぷり入ってる。
この瞬間俺は誓った。今日は海賊や全ての金品、いやタラの実を奪っていくで。あれ、思ってたよりもちっちゃいやつばっかりや。そう、ほんまにタラの実が柔らかすぎて崩れてまうのよ。豆もやしもたっぷり使う海賊の仕事してますよ。あれ、店員さんが来られた。감사합니다. 이건 뭐예요 이게? 큰잎탕이라 정신된 게 정신된 말고 애저보다가 빨간 탕이 있고 하얀 게 있어. 정신 3시까지만요. 하루 서비스 좀 드리도록. 감사합니다. こんな丸々サービス、もしかしてコチわさびの視聴者さんかな。隣のテーブル見てたら見られてたんかな。とりあえずチムから行かしていただきます。こう見えて海賊やからな。旗振りかざして上陸や。お宝は奥にある。ほらな、悪魔の実なんていらんで。崩れてまうからゆっくりと。こういう塊、これこそが海賊の仕事。こういうの望んでたんやから。まずはじゃあその戦利品からいただくとしようか。柔らかいのは掴んだ時に分かってたけど、しっかりと身も詰まってる。うわ、このビジュアル最高。身をもって柔らかさを表現。テイク2。こうやって目に焼き付けたいのよ、このお姿を。船酔いの薬はもう飲んだ。一口。触ればすぐ崩れる柔らかい身は、海賊の俺の心までも柔らかく包み込んでくれてる。タラの実自体は柔らかいねんけど、しっかりと詰まってるからか弾力さえ感じるこのシコシコとした食感。タラは骨が多いので気をつけて食べなあかん。ただこの骨までも愛着感じてまうで。俺はここから骨製造機と化す。でもう一つ驚いたのは見た目と違ってさっぱりとした辛さ。思ってたよりも刺激的やないから、この豆もやしも一気にガブリ。アグチン、ヘムルチンの時もそうやけど、この豆もやしは縁の下の力持ち。この食感は他の料理ではなかなか味わわれへん。ガマちゃん急げ。この程よい辛さのヤンニョムという大きな海にガマちゃんを飛び込ませ。俺の白いシャツと同じように白く輝くこのタラの白子。掴み上げて確認。義兄弟よ、一口。もちろん熱が入ってるから溶ける感じはないけど、このプリプリさ。取り皿を持ち上げ、中に入っている具たちを一気にかき込んでいく。さっきも言ってたヘムルチムはいろんな海鮮物が入ってたりするから、その味も楽しめるけど、これはほぼタラが中心。これはタラに自信があるということ、そしてヤンニョムに自信があるということ。あと少しこれミナリも入ってるんかな。その香りとこのヤンニョムが混ざって、これもう最高。休むことなく急いで平らげてしまった。なぜか骨を取る時だけはゆっくりと。ポン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 。最初にも言ったように、この料理にはガマちゃんがよくある。大丈夫かな俺。もちろん知らん。持ち上げた瞬間、時間差で顎に刺激を与える豆もやし。そんな顎をケアしながら一杯。一杯後のイカの塩辛、再び海賊に大変身。うわ、このお店おかずも全部美味しいで。好き。次はサービスでいただいたクンニッタン。歌まですくってみると、マジか。これタラの実めちゃくちゃ入ってんで。じゃあお言葉に甘えて心変わりする前に遠慮なくいただきます。ごっそりとタラの実を皿に移す。そしてこれでしょう、スープ。半身浴をさせる。いや全身浴をさせる。テグのように大きな口を持つ男。遠目からビジュアルを確認。タラの実をごっそりとつかみ上げる。あにょはせよ。さっきとは違い、こっちはしっかりとした実。右手に負担をかける実。一口。透明のスープの中におったからか味はさっぱりしている。実は間違えました、返してくださいって言われる前にもう食べてやる。これは納得する食事や。次はスープ。一口飲んだら俺の魂は海の底に置いてきてしまった。チンにはスープがないからなんとも落ち着く。この料理の名前がクニッタン。タラは韓国では大きな口と書いてテグと読む。だからこの名前なんかな。その辺の真相は分からんけど、一つ分かるのは俺もそれなりの口を持ってるということ。そしてこの骨の透明さと同じような透明な心を俺も持っていたい。無理やりすぎるやろ。スープまで一気に飲み干してしまう。サービスを楽しんだ後はまたまたこいつ。こっちにもまだまだタラの肉がたくさん。この赤色がやっぱり食欲をそそる。持ち上げると同時にこの柔らかさがやはり重力に負けてしまう。残されたお肉とこの白子を合体。
一緒にお皿に入れてやろう。いや、口に入った。今日から俺は大口海賊団キャプテンや。一心不乱に下からも巻き込み一口。当初の計画を忘れてしまうキャプテン、即引退。タラの実はもう口に入ってるから豆もやしを取っていく。美しいこの軌道、そしてもう一つかみ、これで完璧。そうや、よう見たらこのわさびなんか花みたいになってんで、こういう気遣いよね。さすがですわ。でもこれなんか崩すのもったいないよな。すぐ崩す。いや申し訳ないけどね、もう食べられへんから。お醤油となじませるようにグリ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 ペロ。うわー、もうくだらんことは置いといて、海から引き上げたタラの実をお醤油という新しい海で泳がしてあげる。なんか中途半端に残してきてしまったけど、とりあえずお醤油をつけたタラをパクリ。いやこれは合うよ。海のものに醤油は合うよ。かわいそうやからこいつもパク。次はこの豆もやしもお醤油につけてやる。あれ、もうすでに落ちてるよ。こういうとこでもタラと豆もやしの相性の良さを感じることができる。このシャキシャキ感は何回味わってもいい。やはり再びこいつもパク。間髪入れずにガマちゃんとの相性も確かめる。これやこれ。じゃこの炒め物、ここでは俺の悪い癖が露呈してしまう。いっぱい掴もう思て全然掴まれん。だって一気に来たんやもん。口に入れるとこちらはなんとも落ち着く味。やっぱここおかずうまい。プサンの方に行くとよくテグタンを食べてたんやけど、お察しの通りヘジャン目的でね。こうやって食べたことってあんまりないから、改めてタラという魚の幅広さを感じることができる。でもやはりタラは骨が多い。こっからは骨ばっかり出てくる。リプレイ映像ちゃうからねこれ。でこれ天井の方から光がだんだん入ってきて、俺に漁港が差してるみたいに見えてるやん。骨を取る男に光が当たる。今日はこれ小頼んでるけど、3人やったらちょっと少ないかなと思うけど、2人やったら十分な大きさ。そしてすぐさま手はスープに向かう。ワンスプーン飲んでからすぐ気づく。全然足りん。今この瞬間全世界で漁港に刺されながらテグタン食べてるやつは俺しかおらん。タラの伝道者になってやった。いやこのスープめちゃうまい。そしてムール貝もいくつか入ってる。あれこれもしかして、やっぱりもう中に混ざってるわ俺。ペロポイ。これも残念。ペロポイ。お、これはキラーン。入ってたん。まだ中に落ちてへんやつあったんや。嬉しさで豪快に一口。これもない。ダブルブール貝。掴んでから気づく。これどうやって開けんねんこいつ。さっきヘチと戦った俺や。俺も伝説上の動物に変身していく。ここで完成。指ハートの次はブール貝ハート。そのハートが向けられた先はガマちゃん。大皿の中は少し寂しくなってきた。今日はこのお店少し早いめの時間に来てんけど、昼間はさっきサービスで出していただいたクニッタンを食べてる人が多かった。あれだけでも十分食事になるからな。あとこのお店気になるメニューが結構たくさんあんのよ。タラのチヂミとか白子とキノコのチヂミとかで、本当は俺はこの後チャーハン食べたかったんよ。でもブレイクタイム入るということでちょっと悪いから遠慮しといた。まあサービス出していただいたからね。物には弱いよね私。あ、タラが青い海に戻っていった。あ、口に戻っていく。テグやからな。サービスでいただいたからこれは完食せなあかん。銀の器の輝き、そして俺の輝き、そこに加わるスプーンの輝き。この輝きがこの料理の美味しさを物語っている。完食。お皿に残った豆もやしも口に入れ、俺は定位置に戻る。さてそろそろこいつも最後の一杯ぐらいになってきたな。ガマちゃんにも五光が差す。今日はお相手がタラやったから喜んでるに違いない。だから最後の一滴まで。チャーハン食べられへんかったのはちょっと残念やったけど、俺をリゾートに連れてってくれた。本日最後の一杯。そうそう、俺わざとこのために残してたんです。上からザブーン。タラの実一口サイズ。最後のパクリ。これもおまけ。ブレイクタイムギリギリまで撮影させてくれたお店に感謝いたします。マポ駅にあるタラの専門店。ここにもしっかり書かれてる。ブレイクタイムは3時から。ゆっくり休んでいただいてディナー時間も頑張ってください。そ
それにしてもこんな路地の突き当たりにこんな名店があったとはな。部屋ないの？てかさっき見たらなんかバーかカフェみたいなになってたで。気分ええし寝て帰りたいねんけど、それだけお腹いっぱい大満足や。店出てちょっと歩いたらさっき電車いやトイレがあった公園の中に入ってきてんけど、こっち側にこんなんあった。なんですかこれは。桃を大事そうに持ってる女性の方。桃？これ桃やんな。お尻じゃないよね。ゴールデンお尻。いやなんか向こうから視線感じる。ちょっとびっくりする怖めのおじいさん。この表情どんな感情？ほんで手には何？花が握られてる。この辺はドファドンという地域なんやけど、この辺は桃の花が綺麗で有名やったらしい。だからドファドン。てっきりしんちゃんのお尻かと思ったで。ペンペンペン。夏になったらまた旬になるしな。かぶりつきたい。何あれ？うわ、この日すごい暑かったんよ。もう見るだけでも涼しいねんけど、俺が近づくと真ん中が開いた。モーセ行け。さっきのここはこういうことやったんか。水に敵も浴びんと噴水を渡った男の今日の食物語はこれでおしまい。チャイモゴスミだ。